ですね、1998年から2年間、私UBS と今言われている、会社で、当時はスイス銀行と UBS とバラバラだったんですけど、最初の、数ヶ月は。そこのですね、日本のプライベートバンクの責任者もやってた時代があるんですね。で、その時に感じたのは、大体ですね、誰でもですね、日本円に直すと、当時のお金にして100億円ぐらいの資産ができるとですね、みんな芸術にある程度なんか興味持つんですよ。で、それは理由はいろいろあります。例えば、相続対策とかね。芸術品っていうのは、お金がですね、いくらなのかという評価が、その専門家と言われる人間のその鑑定書があれば、非常にですね、幅が出るものなので、節税対策にはすごく使えるという、特に相続税ですね、っていうふうなものがある人から、実際にですね、例えば、じゃあ、自分が小さい時、この画家が好きだったと。で、その人のものを何点か買えるから、それをコレクションにすれば、もっと価値が出るんじゃないかと思ったり、あるいはですね、買い漁ってるうちに、なんか日本の中で、例えば中国美術のですね、すごいコレクターになってしまったと言われて、いろんな美術関係者の人が来て、みんなが喜んでくれるから、それが嬉しいという人もいたり、そういう、なんていうのかな、どちらかというと、エゴというか、そういうふうな自尊心をくすぐるようなことをやってみたいというふうなことなんだけど、でも共通しているのがですね、100億ぐらいのお金ができると、やっぱり何がしらその技術に興味を持つんですよ。アートに興味を持つというのがあります。あとはですね、本当にアートコレクターとして世界で有名なのに、ロスチャイルドファミリーってあるじゃないですか。ロスチャイルドファミリーというのはですね、もともと5つの矢が示しているように、もともとの本家が5人いるんですね。その中の、イギリスの、ジェイコブ・ロスチャイルドという人がいるんです。これも有名な人で、イギリスの中ではですね、2人が、貴族なんですけども、そのうちの1人が言ってたのは、彼もすごいもう昔からのアートのコレクターなんだけども、彼の頭の中では最高の芸術品っていうのはですね、建物らしいんですよ。建築物。僕らからすると絵だと思っていたんですけども、彼はですね、それは彫刻でもなければ、彫刻も入ってるかもしれないけど、絵も描いてるかもしれませんけども、やっぱり建物なんですよ。例えばイギリスのですね、ビッグベンが入った国会議事堂のところとか、あれって本当に見るとすごいですよね。それが絵になったりするけど、でもその絵よりも元々の建築物がやっぱり建物としてすごいというふうに彼は言うんだけども、それをファミリーとして1兆円2兆円ある人間が思う話であり、100億円の人間がその建物がですね、それが芸術だとは思わないわけですよ。例えばだから人によって芸術っていうのは違うから、基本的にはその芸術の部分っていうのはですね、AI がほとんどできない部分じゃないですか。根本的な何をやるかというのはね、AI はですね、いろんなそのインターネット上の情報を集めてきて、じゃあそれを学習することはできるんだけども、インターネット上にない要は情報というのはですね、分析できないから、そうするとですね、これはスティーブ・ウォズニアックっていうアップルを創業したもう一人のスティーブの方なんですけども、が YouTube でも言ってるんですけどもね、コンピューターはですね、AI も含めて、じゃあ次何をしようかなと、だから芸術家が何を書こうかなとか、何を作ろうかなっていう部分は AI は絶対ないんですよ。そういうプログラムできないから。というふうなところがですね、きっと皆さんにとってはですね、一番のポイントなので、人間のポイントなので、そういうところを磨いていっていただくと、非常にためになるんじゃないかという気がします。